こんにちは。今回は花のモチーフの編み方を紹介します。編み図で説明します。最初は鎖編みゴムの輪の作り目に1段目は長編みを編みますので、長編みの立ち上がりの鎖編み3目プラス1目鎖編みを編んで、長編み、間の鎖編み、長編み、間の鎖編みを交互に編んで、全部で長編みを11回編み、鎖編みを編んだら、引き抜き編みを2回します。今回は波太のアクリル毛糸を6号のかぎ針で編みます。最初は鎖編みゴムの輪の作り目からです。糸を引き抜いて、ここは少し緩めたままにしてください。ここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初に緩めてあるところに針を入れて、糸をかけて引き抜きます。糸を引き締めてください。そして糸端をしっかり絞って輪を縮めます。この輪の中に編んでいきます。糸端は編み込みながらいきます。ここから1段目の立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編み、間に入れる鎖編み1目を編んで、次は長編みを編みます。長編みは針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長編みを編みました。間に鎖編み1目を入れて、長編みを編みます。長編みの次に鎖編み1目です。この編み方で全部で長編みを11回編みます。1段目の最後のところです。長編みを全部で10個編んできました。鎖編み1目を入れてから11個目の長編みを編みます。長編みを編み、鎖編み1目を編んだら、最初に編んだ鎖編みの3個目のところです。3個目のここに引き抜き編みをします。糸を引き抜いて、次は隣の鎖編みのところにもう一回引き抜き編みをして、この位置に移動します。次は2段目です。今引き抜いたところから編み始めます。玉編みを編みますので、長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編んで、同じところに未完成な長編みを2目編みます。これを一つにまとめて、長編み3目の玉編みとし、間に鎖編み5目を入れて、1段目の鎖編み1目のところに、長編み3目の玉編みを編み、鎖編み5目、玉編み、鎖編み5目を編んで、これをぐるっと編みます。そして最後のところは、鎖編み5目ではなくて、ここだけは鎖編み2目を編んで、最初に編んだ玉編みのところに長編みを編んで、これで2段目が終わります。ここから2段目です。ここから鎖編み2目を編んで、未完成な長編み1目とします。鎖編み2目。これが未完成な長編み1目となります。同じ1段目の鎖編み1目のところに未完成な長編みをあと2回編みます。針に糸をかけて、鎖編みのところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜いて、これが長編みの未完成な形です。もう一回同じところに
長編みの未完成を編みます。2本の糸だけを引き抜いて、未完成な長編み2目と鎖編み2目で未完成な長編み3目となりました。次は針に糸をかけてすべてを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みができました。次は鎖編み5目を編みます。ここから鎖編み5目を編んで、次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みです。未完成な長編みを3回編みます。1、2、3、3目の未完成な長編みができました。すべてを一度に引き抜いて長編み3目の玉編みができました。間に鎖編み5目を入れて、次も同じように1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。未完成な長編み3目を一度に引き抜いて玉編みにします。鎖編み5目を間に入れながら長編み3目の玉編みを編んでいきます。ここまで玉編みを編みます。2段目の最後のところです。最後のところは鎖編み5目を編んで、最後の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。これが2段目の最後の玉編みです。すべてを引き抜いたら次は鎖編み5目ではなく鎖編み2目と長編みを編みます。鎖編み2目を編んで次は長編みです。長編みを編むのは最初に編んだ玉編みの頭のところです。ここが玉編みの頭です。こちら側の2本を拾って向こうに針を出すと2本の糸が拾えますから、ここに長編みを1目編みます。これで2段目が編めました。3段目は2段目の編み終えたところから細編み、鎖編み5目、そして2段目の鎖編み5目のところに細編み。これを繰り返します。そして最後は2段目と同じように細編みを編んだら鎖編み2目、長編みを編んで終わります。次は3段目です。2段目が終えたところから針を下に入れて細編みを1目編みます。これで細編み1目になります。次は鎖編み5目を編みます。鎖編み5目を編んで2段目の鎖編み5目のところに細編み、次も鎖編み5目を編んで2段目の鎖編み5目のところに細編みです。鎖編み5目を編んで細編みを編んで、これをぐるっとここまで編んできます。
そして最後は2段目の最後と同じように編みます。細編みを編んで、鎖編み5目を編み、次は鎖編みのところに細編みです。そして最後は2段目の最後と同じように鎖編み2目と長編みを編みます。ここから鎖編み2目を編んで、次に長編みを編むのは最初に編んだ細編みの頭の上の2本を拾います。ここです。ここに長編みを1目編みます。針に糸をかけて最初の細編みの頭に針を入れ、糸を引き出して長編みを編みます。これで3段目ができました。次の4段目は今細編みを編んだところから長編みを編んだ根元の細編みに長編み4目を編み、鎖編み5目のところに細編み、次は前段の細編みのところに長編み4目、鎖編み5目のところに細編みです。この編み方を続けて編んで、最後は最初に編んだ細編みのところに引き抜き編みをします。ここから最初は細編みです。かぎ針を下から入れて、この位置に細編みを1目編みます。次は長編みです。ここが細編みのところですから、この細編みの頭を拾って、ここに長編み4目を編みます。細編みのところに長編みを4回編みます。もう1回長編みです。長編み4目を編んだら、鎖編み5目のところに細編みです。この編み方を繰り返します。次の細編みのところに長編みを4回編みます。長編み4目を編み、次は細編みを1目です。これを繰り返して編んでいきます。ここまで同じように編みます。長編み4目をここまで編んできました。ここが最後のところです。最後も細編みのところに長編みを4回編みます。長編み4目を編みました。最後は最初の細編みに引き抜き編みと編み図ではなっていますが、今回はここで引き抜かないでとじ針でモチーフの糸始末をします。ここから少し長めに糸を取ってとじ針で糸始末をします。糸を引き抜いてとじ針に糸を通したら、次は最初の細編みのところにとじ針を通しますが、引き抜き編みの時はこの細編みの頭に引き抜きましたが、とじ針で糸始末をするときはその次の長編みの頭のところに針を通します。ここです。最初の長編みのところに針を通し、
糸を出した同じところに上から糸を戻します。そして形を見ながら少しずつ糸を引いてください。これで今引いたところのすぐ下にある細編みの上に鎖の目ができました。次は針を細編みのところに1回通して形をきれいにします。細編みのところを少しすくってください。編み目の下のところです。下のところを少し拾って糸を通します。これで編み目の形が同じようになるように整えてから、これで形がいいようでしたら、あとは後ろのところを通します。すぐそばのところを1回針を通して、あとは長編みの足の部分を通せば大丈夫です。このぐらい通せば大丈夫ですから、あとは糸を切ってください。表から見て形が均等になっていれば大丈夫です。糸を切って形を整えてください。かわいい花のモチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。